家には辛すぎるので20秒チンしてシナモンロールにするのもおすすめです。万能です。ストイックなボディメイクをされている方向きでは。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は3回に分けました。その3回目です。チャンネル登録もお願いします。ルビーチョコレートケーキ1598円です。やっと買えました。出遅れましたが一応ね、新商品です。てっぺんのクリームが潰れてますけど、これしかなかったです。消費期限は翌日です。希少と言われているルビーチョコですけれども、コストコは昨年秋頃から次々ルビーチョコ商品を導入してますよね。希少じゃなくなったんですかね。ラズベリーのような甘酸っぱさがあって美味しいですよね。長さは30センチ、直径は10センチくらいのロールです。1127g なので、これ全部食べたら3945キロカロリーですね。てっぺんのクリームはいつものクレームシャンティーですけど、全体にかかっているピンク色のクリームはルビーチョコホイップです。斜めにかかっているのがルビーチョコで、とても可愛らしい色合いです。米粉配合のしっとり柔らかなスポンジにホイップクリームとルビーチョコが巻き込んであり、トッピングのパリパリしたルビーチョコに始まり、巻き芯のルビーチョコといい、硬いチョコが邪魔してとても切りづらいです。ナイフを温めても美しく切れませんでした。もともとね、ケーキを切るのは私下手なんですけれども、ただ切る時に障害になっていたルビーチョコの食感とフルーティーな酸味がいいアクセントになっていて、とても美味しいです。食べる分ずつラップして冷蔵&冷凍します。3センチくらいのピッチで切りましたが、これ一つで494キロカロリーです。エビのチリソース豆板醤仕立て 220g が3パック入って1098円から220円オフです。メルマガ掲載品です。製造は青森県、賞味期限は4月25日です。220g が3パック入っています。ボイルかレンジで温めるだけで食べられます。甘めですけどすぐに辛さが追いかけてきます。はっきりした味で美味しいですが、我が家には辛すぎるのでスクランブルエッグと混ぜました。炊きたてのご飯にレタスとエビチリをのせてエビチリ丼です。エビは1袋に10尾ずつ入っていました。プリッとして美味しいです。娘が食べてくれなくて残っちゃったので、翌日エビチリドッグにしました。ディナーロールにマヨネーズ、レタス、エビチリの順に挟みます。ディナーロール36個入り458円です。1個あたりは 12.7 円。消費期限は翌日です。裂けるチーズを挟んで500ワットで20秒チンしてのり黒をかけました。ディナーロールのアレンジを集めた動画もありますので、概要欄のリンクからご覧ください。冷凍のフラワートルティーヤ10枚入りが4パックで1328円です。1枚あたりは 33.2 円です。使いやすくて美味しいので何度もリピしてます。室温10分ほどで解凍できます。製造は京都市、賞味期限は来年の3月です。直径は10インチなので 25.4 センチです。解凍したらこのまま食べられますし、軽く温めても美味しいです。お好きな材料をのせて巻くだけです。野菜とチーズとツナを巻きました。ブリトー巻きにすると下からドリップが垂れることなく食べやすいです。アルミホイルを巻くと食べやすいですし、美味しそうに見えます。切り口はこんな感じです。ピザ生地として使う場合には薄すぎるので、チーズを海苔代わりにして2枚を重ねて使うといいですよ。熱で溶けるチーズなら何でも良いです。少なめで大丈夫です。お好きな具材を乗せたら200度に予熱したオーブンで8から10分焼きます。
今回は照り焼きチキンマヨとミックスピザとジェノベーゼを焼きました。トッピングの材料は概要欄にも載せておきます。半端に残った場合はシナモンロールにするのもおすすめです。トルティーヤにバターをたっぷり隅々まで塗ります。グラニュー糖とシナモンを混ぜたものもたっぷり隅々までかけます。端からくるくる巻いてから切ります。フィリングやジャムを巻いてもいいですね。バターを塗ったラム缶に敷き詰め、切り口にもバターを塗ります。180度に予熱したオーブンで7分ほど焼いたらアイシングをかけます。バリラのジェノベーゼソース 190g が3本で1098円から200円オフです。メルマガ掲載品です。昨年末より100円値上がりしてますけれども、1本あたりは299円です。原産国はイタリア。賞味期限は2023年の4月です。パスタやピザ、蒸し野菜に絡めたりと万能です。フルッタフルーツプロテイン 960g が2本で1298円です。新商品です。多分似たようなのがね、よくあるから分かんなくなっちゃう。アサイーピューレを使っていますし、フルッタは品質が高いらしいので1本あたりは649円とお高めです。原産国は台湾。賞味期限は7月12日です。大豆タンパクが入っているのでプロテインを摂取できるというフルーツジュースです。聞き慣れないクプアスというのを検索してみました。アマゾン原産でカカオのお仲間。酸味があってエキゾチックな味、食感はねっとり、栄養価が高いスーパーフードだそうです。単品で食べてみたいですね。このスムージーはとろりとフルーティーですが、アサイのザラッとした舌触りがあります。そもそもアサイが苦手な人にはおすすめできませんが、ぶどうの甘酸っぱさも効いていますし、バナナが入っているので甘く飲みやすくなっています。私はサンバゾンの方がさらりと飲めて好きですけれども、娘はサンバゾンが嫌いで飲みません。フルッタ派です。プロテインドリンクとして飲むにはタンパク質の含有率が半分くらいになってしまいますので、ストイックなボディメイクをされている方向きではないように思います。でもこれ1本でタンパク質、鉄分、ポリフェノールがたっぷり取れるのはいいと思います。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。